どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回は2026年冬アニメで途中で視聴停止した作品を紹介するよ。今期もたくさんアニメ作品あったね。そうそう。年々作品数が増えてきちゃって、以前なら切らなかったレベルの作品も切るようになっちゃったよ。昔じゃ考えられなかったよ。嬉しいんだか悲しいんだか複雑だね。まずは1話で切った作品。予習せずに見始めるので、1話途中で切った実質0はギリに当たる作品もある。では上から順に。アリス川蓮って本当は女なんだよね。いわゆる僧侶枠の5分アニメ。この枠は切るつもりで見始めるので、フックがなければ自動的に終了。今回もそのパターンだったよ。今までに僧侶枠で見たことあるのは、もだえてよ、アダムくん、ギルティーホール、とかかな。ギルティーホールはエロいけど先生が生徒の悩みを解決していく割と良い話だった。次は幼馴染とはラブコメにならない。二人の幼馴染に好かれているのにすれ違う学園ラブコメ。ラブコメはもともと好みではない上にあまりにも見えすいたアプローチと古の理不尽ツンデレで切ってしまった。他にも女の子二人いるね。お、本当だ。ヒロインが増えてたらなお苦手だったので切って正解だったとしておく。次は、ハイスクール、鬼面組。自分は原作ファンで昭和版いまいち好きじゃなかった勢なので、期待していたのだけど昭和よりダメだった。絵は小ざっぱりしてたけれどスピード感や勢いがなくなっていてギャグ作品の良さが活かされてなかったと思う。もともと人の見た目を洗う作品だから現代だと色々難しかったのかもね。それもあるかもな。次は、魔王の娘は優しすぎる。可愛さ全振りの優しい世界。可愛さをしのみで見続ける気にはちょっと慣れなかったな。話が進んだらストーリーが面白くなったのかもしれなかったが1話でお腹いっぱいになってしまった。次は、透明男と人間女そのうち夫婦になる二人。透明人間要素以外は割と普通の恋愛物語。他の要素で面白みもなく恋愛物が不得意なのでリタイアしてしまった。1話ギリ最後は、拷問バイト君の日常。ガチな拷問な時点で笑えない。道徳観念が歪んだシリアスな設定に振り切っているなら面白いかもしれないが、拷問以外の世界観は普通なのでメインキャラに共感できなかった。次は2話で切った作品だ。1話では普通または微妙だけど、展開によって面白くなるかもと淡い期待をしているのがこのあたり。まずは、ダークムーン黒の月々の祭壇。画像がないね。公式サイトが天才一切するなみたいなこと書いてたから、念のため引用をやめておいた。納得。女の子がたくさんのイケメンに好かれる話。好きな人は好きだと思うのだが、似たような作品見すぎていて、まあ見なくてもいいか、という気持ちになった。次は、人外教室の人間嫌い教師。この時点では詳細がわからないのだが、一回の事件で人間不信になり、人類全部を拒否しておきながら、ほぼ見た目が人間の人外は許容するという主人公に納得がいかなかった。人魚の水無月京香が魚介類を食べることに忌避感があることも無理を感じる。食事に魚介類が出てくると叫ぶのを見てげんなりした。魚だって魚食べるのにね。続いて3はギリ。こちらは3作品だ。この辺は、このまま見続けてもいいなと思っているくらいなんだけど。数減らさないとしんどいもんね。図星。まずは、花盛りの君たちへ。ドラマにもなった有名な学園ラブコメ。ハーレムでもないし、登場人物は気持ちの良い人間が多く嫌いと思う部分はなかった。単純に年齢が上の自分にはそんなにハマらなかっただけ。島岡、昭和のオタクだもんな。さておき次は、29歳独身中堅冒険者の日常。おっさん冒険者が女の子を拾うテンプレ展開だが、キャラや会話が良ければ見続けるタイプの作品だ。基本は大人側に感情移入するのでわがまますぎる子供はストレスになる。我慢した甲斐があって少しリルイが可愛く見えてきた矢先に、新子供が投入されてもう我慢するのは嫌だ、となってやめた。強量だな。まあ、そうなんだが。3はギリ最後は、レッドアカウント。迷惑系 YouTuber が主人公という珍しさに期待していたが、2話目からよく見る異能学園ものになっていた。つまらなくはないがそこまで惹かれず、気がついたら見なくなっていた。ガチアクタの時も同じようなこと言ってたよね。だな。ガチアクタは乾燥したから、そこに引きの違いがあったんだろうな。さて、これ以降は半分近く見終えている作品だ。ここまで見てやめるんだ。正直、いつ切ろうかな、とうっすら思いつつ見ていた作品が多い。5話ギリ作品は、真夜中ハートチューン。部活動を中心にした学園ラブコメだ。主人公の男の山吹のキャラクターは癖があって割と面白かった。が、4人のヒロインとの絡みでその癖が活かされた感じもせず、キャラでは可愛いがヒロインそれぞれにあまり魅力を感じなかった。主人公で見ていたようなものだが、メインの謎、誰が本当の思い出の彼女か、に興味がないことに気がついてみるのをやめた。気がつくの遅いよ。6話切りは、名探偵プリキュア。毎回構成も上手いし敵キャラも良い味を出しているのだが、詰め込みすぎに感じた。前は一つ謎解きを入れるのだから仕方ないと思いつつ、これを1年見るのはきついなと思った。広がるスカイプリキュアは、感動したよね。そう。
広がるスカイが面白かったから大丈夫と思っていたのだが、多分プリキュアが合わないんじゃなかろうか。まあ、また来年チャレンジすればいいよ。8話ギリの1作目は綺麗にしてもらえますか。絵は綺麗だしキャラクターも可愛い。しかし、見方がわからなかった。記憶喪失に関する本筋があるのか。ヒロインのお仕事日常系なのか。年下の学生との恋愛物語なのか。癒し系としてはそこまで癒されないし、日常系としても退屈すぎる。恋愛物ならそもそも苦手だしほのかすぎる。ずっと様子を伺っていたのだが、もう期待しているものはないなと思って終わりにした。熱海の風景が綺麗で優しい話作りだったけどね。それはそう。好きな人は好きな作品だと思う。最後はアルネの事件簿、だ。ミステリーで探偵ものなので期待していたのだが、最初から提示しているのならまだしも、それがないまま人外が出てくる。人外の要素が鍵になっている時点で推理物ではないのだなと諦めた。オカルトに全振りして作ればそっちで楽しめたかもしれないが、空気感はコメディ要素が強くあるので気がそがれる。ジャージ姿のヒロインも違和感があった。なんだかもったいないなと思った。ミスマッチを楽しむ作品だったのかも。それなら自分には合わなかったんだな。まあこんな感じの2026年冬アニメ、だったよ。感動した作品の感想は？意図していないダジャレに引っかからないで。数が多すぎるし、特に深いことも言えないからな。余裕があったらあげてみるよ。さよか？冬アニメの余韻に浸る暇もなくもう次のシーズンが始まってるし。本当にサイクルが早くなったもんだね。だな。そんなわけで今回はここまで。ごきげんよう。またねー。